この動画ではベビーからキッズで使える付け襟の編み方をご紹介します。ユニセックスなデザインですので、男の子女の子どちらでも楽しめます。ぜひ編んでみてくださいね。注意事項。こちらはかぎ針編みの基礎的な編み方を理解している方向けに作成しています。今回使う編み方は鎖編み、ゴマ編み、玉編み、パプコン編みの4種類です。編んだことのない編み方がある場合は基礎の練習をしてから動画を見ることをお勧めします。こんにちは、コージーです。今日紹介する編み方はこちらのポコポコ付け襟のミニです。こちらの小さいサイズですね。もともとコージーで商品化しているこちらの大きめのデザインを100円ショップの糸で少ない量でも編みやすいバージョンとして改良しました。もし自分で編むより完成品が欲しいという方は、私が糸にこだわって編んだシルクコットンの完成品をショップで販売しています。気になる方は概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。では、こちらの編み方を説明していきます。まず必要なものから説明していきます。糸。はい。前回に引き続きシルクネップという糸を使います。こちらは合い太の糸でコットン糸ですね。コットンに 10% 絹が入っているものです。メリヤス標準ゲージが 23.5 目、34段、かぎ針で3号から5号というサイズのものです。この毛糸と、ハサミと、とじ針と、あとマーカーを2つ用意しておくと安心です。と、あとは、かぎ針が4号 2.5 ミリのものを使っていきます。毛糸は合い太の糸だったら、同じようなサイズ感で仕上がるとは思うんですけど、おすすめはダイソーさんのコットナブルという糸と、あとセリアさんのニューエンジェルコットンという糸がだいたい合い太で同じようなゲージなので、同じようなサイズ感に仕上がると思います。はい、編み始める前にざっくりと手順を説明していきます。まず鎖編みを作り目で作っていって、こちらですね。一番内側のところから鎖編みを編んでいきます。そして細編みで戻ってきて、次玉編み、細編みで戻ってきて玉編み、細編みで戻ってきて玉編みという形で外側に編んでいきます。で、玉編みの最後の段まで来たら、こちら編み地をくるっと返して端を細編みで処理していきます。そのままの針でこちらの鎖編みを編んで紐を作ります。で、糸を切って糸処理をします。反対側の紐は新しい糸で作り目を鎖編みで作って紐をここに引き抜いて反対側の端を処理します。そしてから裾のポコポコに入っていきます。こんな感じの手順で編み進めていきます。それでは実際に編み始めていきます。作り目は最初75目で始めます。正しい糸の持ち方で持ってくるっと返したら一度引き抜きます。キュッと締めたらここから鎖編み75目ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、75目まで編み進めてください。鎖編み75目編み終わりました。そしたら1段目を編んでいきます。立ち上がり鎖1です。鎖編み1目で立ち上がったら75目細編みです。立ち上がった1目をカウントせずにすべての目に細編みを編み入れて75目細編みを編んでいきます。1、2、
1、5、6、7、8。はい。こんな感じで端まですべての目に細編みを編み入れててください。75目細編みが編み終わりました。そしたら2段目、鎖編み2目で立ち上がります。1、2。そしたらこの2目目のところに初心者の方はマーカーをつけてください。忘れがちなのでつけておきます。よいしょ。はい。2目で立ち上がったところから生地をひっくり返して立ち上がったところの根元の目がありますね。その根元の目の隣の1つ目の目に中長編みの3目玉編みを編みます。中長編みの3目玉編みは糸をかけて中長編みの途中までを3回編みます。2、3。3回編めたら糸を一気に引き抜く。これで中長編みの3目玉編みが1つ。ここから鎖編みを1つします。鎖編みを1つしたら前段細編み1つ飛ばして隣の目にまた中長編みの3目玉編みをします。1、2、3。一気に引き抜く。鎖編み1。これの繰り返しです。玉編み、鎖編み、玉編み、鎖編みを1目飛ばして編んでいきます。これを端の方まで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。残り3目ですが、鎖編みをしたら1目飛ばして最後から2目目のところに中長編みの3目玉編みをします。で、一気に引き抜いたら今度は鎖編みをせずにそのまま中長編みを最後の目に編み入れます。はい、これで2段目の完成です。そしたらこの最後の中長編みにもマーカーをつけておいてください。忘れないように。よいしょ。はい。そして3段目に移ります。立ち上がり鎖編み1。3段目は増し目をする細編みの段です。細編みを2目編んだら増やし目、細編みを2目編んだら増やし目という風に増し目をしていきます。実際に編んでみます。1目目は細編み1つ、2目目は細編み1つ、3目目に細編み2目を編み入れて増やし目です。同じ目に細編み2目を編み入れて増やし目。これを繰り返していきます。細編み、細編み、増やし目。細編み、細編み、
増やし目。はい、端まで続けていってください。残り3目まで編んできました。最後は細編み3目をして終わりです。増し目なしです。細編み、細編み、最後立ち上がり2目目に細編み、忘れずにしてください。これで3段目の終わりです。4段目は偶数段なので2段目と全く同じ編み方をしていきます。マーカーを移動させましょう。よいしょ。鎖編み2目で立ち上がって2目目にマーカーをつける。前段細編み根元の隣の目に中長編みの3目玉編みを編む。1、2、3、一気に引き抜くと。で鎖編みを1目して細編み1つ飛ばして次の目に中長編みの3目玉編み、これを繰り返していきます。はい、こんな感じで端まで編んでいってください。はい、最後の方まで編んできました。残り3目ですが、1目開けて中長編みの玉編み3目、一気に引き抜いたら鎖編みを挟まずに中長編みを最後の細編みの頭に編みます。よいしょ。はい、編み終わったらマーカーを移動させましょう。これで4段目が完成しました。次また細編みの増し目の段に移りますので、立ち上がり鎖1です。編み地を返して今度は細編み8目したら次増し目、細編み8目したら次増し目という形で繰り返し編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、8目まで編んだら次の目は細編みを2目同じ目に編み入れてください。これが増し目です。増し目、これをずっと端まで繰り返していきます。最後の方残り9目まで来ました。最後は増し目をせずに普通に細編みを1目ずつ編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、
マーカーのところにもちゃんと編んでいってください。よいしょ。マーカーのところにもしっかり細編みを編んでいきます。はい、5段目がこれで5段目が終わりました。次は偶数段なので立ち上がりが鎖2です。1、2、編み地を返して偶数段の編み方で端まで編んでいきます。玉編みです。1、2、3、一気に引き抜く。すいません。立ち上がりの2目目にマーカーを必ず忘れないようにしてください。よいしょ。はい。はい。玉編み、鎖編み、玉編み、鎖編み、細編み1目ずつ開けながら編み入れていってください。端までいきます。はい、残り3目のところまで編んできました。最後から2番目のところに中長編みの3目玉編みを1つ、3で一気に引き抜く。そしたら鎖編みを挟まずに最後の目に中長編みでおしまいです。はい、6段目が編み終わりました。最後編んだところから編み地をこのように持ち替えます。そしたら端の細編みを仕上げていきます。立ち上がり鎖1です。で、玉編みの隣の中長編み、高さは編み目2目分になるので細編みを2目中長編みのところに編んでください。2目で、次は5段目の細編みの横のところに来ますね。細編みは高さが目1目分なので細編みを1つ編んでください。その次また中長編みのところに来たのでここは2目、細編みのところは1目、中長編みのところは2目、このようにして端を細編みで仕上げていってください。最後は細編み1つ。これで1、2、3、4、5、6、7、8、9目細編みで編んだことになります。そしたら編み地をまたくるっと持ち替えて、針が1段目のところにあると思うんですけど、このまま鎖編みを40目編んでいきます。紐をつけていきます。1、2、3、4、5、6、40目編んでいきます。はい、40目編んできましたので、一度引き抜いて糸を切ります。よいしょ。抜いて引き締めてください。これで片側の紐がついたことになります。今度は反対側の紐を作っていきます。今度は新しい糸を引っ張ってきて、鎖編みで作り目を40目作ります。引き抜いて、よいしょ。1、2、3、4、5、6、40目編んでください。は
はい、新しい糸で40目編んできました。で、そしたらこのまま反対側の1段目の細編みのところに引き抜き編みをします。このまま糸をくっつける形になります。引き抜いて、次また反対側と同じようにここの端を細編みで仕上げていくので、立ち上がり鎖1目で立ち上がります。そしたら反対側と同様に細編みの隣は細編みの1目、中長編みのところは細編み2目を編んでいってください。1、2、1、はい、マーカーをつけたところまで編めたら、マーカーは邪魔なので外しちゃいます。よいしょ。そしたらこの編み地をくるっと持ち替えて、裾のポコポコを作っていきます。まず今針がある場所からもう一度同じ場所に細編みを1つ、玉編みの頭に細編みを1つ、次、鎖編み側ですくって引き抜き編みをします。引き抜き編み、ここからパプコン編みを作っていきます。立ち上がりが鎖4目です。1、2、3、4。ここの鎖編みの部分にパプコン編みを側で作っていく感じです。パプコン編み斜めですね。長々編みの斜めでパプコン編みを作ります。2回糸をかけて長々編み、これで2目め、長々編み3回目、長々編み4回目、長々編み5回目、長々編み6回目、長々編み7回目。はい、立ち上がり含め長々編みが斜めになったら針を抜いて、改めて1目めのところに針を刺して後ろから糸を引き抜いてきます。はい、そして鎖編み1で引き締めます。これでパプコン編みの完成です。そしたら次の目に細編みを編み入れます。玉編みの頭のところ、次の目も細編みです。側ですくう。次の目も細編み。はい、次また側ですくうところが来たら引き抜き編みをします。ここにまたパプコーンを作っていきます。そうですね、前々段の玉編み2個飛ばしてパプコーン編みを作っていく感じです。鎖編み1、2、3、4目で立ち上がって長々編みが2つ分、長々編みが3つ分、長々編みが4つ分、長々編みが5つ分、長々編みが3つ分、長々編みが7つ分。
はい、これでまた針を一度抜いて、このようにして糸を引き抜いていきます。鎖編み1で引き締め、次同じように細編みを3回して2、3、細編みが3回できたら次の目に引き抜いてパブコーン3、4、長々編み、長々編み、長々編み、4、5、6、7、はい、パブコーン編みを作っていきます。引き締め、こんな感じで端まで繰り返していきます。前々段の玉編みを2つ分と意識しながら編んでいくと分かりやすいかと思います。端まで編んでいきましょう。はい、最後のパプコーンになります。よいしょ。引き抜いて鎖編みで、最後前段の玉編みの頭に細編みをして、で端の目、一番端の目にも細編みをして糸を引き抜いて切りましょう。よいしょ。すいません、ちょうど結び目が来てしまった。はい、全部の目にパプコーンが編めました。糸処理をしたら完成です。こんな感じと、サイズの方は首周り直径10センチ、丈でいうと4センチから 4.5 センチくらいですね。よいしょ。首周りが全長でいうと34センチくらい。小さい赤ちゃんには少し大きめかもしれませんが、4、5歳ぐらいまでおそらく付け襟として楽しんでいただけると思います。こちら前回の動画で紹介したおしゃぶりストラップと合わせて使うととっても可愛いと思います。ぜひ編んでみてください。ご視聴いただきありがとうございました。またの動画をお楽しみに。チャンネル登録とインスタグラムのチェックもよろしくお願いします。